今日こそは学校に行くって言ったわよね。一体世界が。皆さん、こんにちは。ラペラのみどりです。今日も一緒に日本語の勉強をしましょう。今日のアニメは、世界の終わりに柴犬と、長いタイトルですから、みんなセカシバと呼んでいます。このアニメは、女子高生のご主人と柴犬の春が世界が終わった後で旅をしているというストーリーです。世界が終わったですから、生きている人間はこのご主人だけです。たくさんの動物とご主人だけがこの世界に住んでいます。それからご主人というのは名前じゃありません。柴犬の春は世界が終わる前にこの女の子と一緒に住んでいました。ご飯をもらったり散歩に行ったりしていました。飼い主さん、マスターということでご主人と呼んでいるみたいです。ちなみにですが、このご主人の声は声優の内田真礼さんがやっています。それから柴犬の春の声は声優の田村睦美さんがやっています。二人ともとても有名な方ですから、アニメが好きな人は知っていると思います。気になる人は調べてみてください。じゃあ、今日のアニメに出てくるキャラクターの説明をします。ご主人と春、それからご主人のお母さんが出てきます。世界が終わる前、ご主人はあまり学校に行きませんでした。学校に行きたくなかったんです。今は世界が終わりましたが、ご主人は世界が終わる前の夢を見ています。夢は dream。じゃあ、今日のアニメに出てくるちょっと難しい言葉を勉強しましょう。一つ目は、今日こそ。こそが難しい言葉です。こそは他の言葉と一緒に使います。日本語で今日こそ、英語で this very day。この very がこそです。こそがなくても意味がわかりますが、こそがあると強調、エンファシスになります。例えば、試合に負けました。でも次は勝ちます。次こそ勝ちます。意味はだいたい同じですが、次は絶対に勝ちたい。今日は負けて悔しい、悲しいという気持ちがこそを言うととてもよくわかります。それから例えば、これは私が欲しかった力だ。これこそ私が欲しかった力だ。なんかアニメにありそうなセリフですが、いろいろな力がありますが、これですよ。これこそ私が欲しかった力です。ぴったりですっていう気持ちがこそでわかります。こんな風にこそを使います。二つ目は、かつて、昔です。英語で long time ago。三つ目は、一体。これは質問と一緒に使います。一体、何々何？これも強調です。英語で言うと、例えば、what on earth とか、who on earth とか、そういう強調の意味があります。例えば、これを見てください。この人は病気です。何の病気ですか？中二病です。中二病を聞いたことがありますか？知らない人は、どうしよう。Google 先生に聞いてください。はい。どうしてって聞きたいですよね。一体がないときは、どうしたんですか？ただ聞きたい感じですけど、一体どうしてだってすごくびっくりしました。昨日は普通だったのに、今日はこんなことになったんですか？なんか、こんなことしてるし、大丈夫ですか？一体どうして？それから一体何があったんですか？もうびっくりして、もうすごく聞きたいという気持ちが一体でわかります。何があったんですかね？何のアニメを見たんでしょう？はい。心配です。四つ目は悪夢。漢字がわかる人は意味もわかると思います。悪い夢。nightmare のことです。はい。今日の難しい単語は終わりです。少なくてよかったですね。スクリーンショットを撮りたい人はどうぞ。じゃあ、アニメを見ましょう。1回目に見るときは、だいたいストーリーが分かったら OK です。
アニメを見た後でこの質問に答えられるように見てください。質問。ご主人はどんな悪夢を見ましたか？悪夢はさっき勉強したナイトメアですね。今日のアニメはとっても短いですから集中して見てくださいね。じゃあアニメを見てください。いってらっしゃい。今日こそは学校に行くって言ったわよね。一体いつになったら行くつもり？世界が終わったら。バカ言ってないで、さっさと行きなさい。ああ、またご主人がかつての悪夢を。大丈夫です。世界はちゃんと終わっています。おかえりなさい。春はとっても人間の言葉が上手ですね。とっても可愛いと思います。じゃあ質問について考えましょう。ご主人はどんな悪夢を見ましたか？まず、この夢はいつの話ですか？これは簡単ですね。世界が終わる前です。世界が終わる前に誰が何をしていましたか？お母さんがご主人を朝起こしていますね。お母さんはご主人に学校に行ってください。いつ行くんですか？と言っています。ご主人は学校に行きたくないと言っています。こういう悪夢ですね。世界が終わる前、学校に行かなければいけなかった時のことを夢に見ていました。じゃあ、2回目見ましょう。今度はターゲット文法の何々たらの部分に穴が開いていますから、そこをよく聞いてください。じゃあ、いってらっしゃい。今日こそは学校に行くって言ったわよね。一体いつになったら行くつもり？世界が終わったら。バカ言ってないで、さっさと行きなさい。ああ、またご主人がかつての悪夢を。大丈夫です。世界はちゃんと終わっています。おかえりなさい。じゃあ、聞こえた何々たらの文、2つありましたね。1つ目は、いつになったら行くつもり？ 2 つ目は、世界が終わったら。この2つの文について、後でゆっくり説明したいと思います。じゃあ、文法の勉強をしましょう。何々たらは、元気を使っている人はレッスン17。みんなの日本語を使っている人はレッスン25に書いてあります。まずは文法の活用について練習したいと思います。たらは本当は過去形プラスらです。過去形 past tense それから過去否定形 past negative tense は全部何々たで終わりますから何々たらになりますね。動詞、形容詞、名詞、過去形ですよ。現在形は使いません。過去形と過去否定形、どれでも使えます。それから、これから勉強する動詞のいろいろな形、例えば、可能形、受け身形、刺激形なども過去形と過去否定形があれば、たらにできます。これから勉強します。教科書を見たい人はここに書いてありますよ。ちょっと練習いいですか？過去形にしてらをつけます。past tense にしてらをつけます。活用、コンジュゲーションに自信がある人はスキップしてもいいです。一つ目、verb です。行く、過去形とら、たらで言ってください。行ったら、行ったら。じゃあ、行かないを過去形プラスらにしてください。行かなかったら、行かなかったら。次は do verb ですね。はい、じゃあ、食べるを過去形とらにしてください。食べたら、食べたら。じゃあ、食べないをたらにしてください。食べなかったら、食べなかったら。次は、いい adjective、いい形容詞です。寒いをたらにしてください。寒かったら、寒かったら。次は、寒くない、寒くないを過去形とらにしてください。寒くなかったら。次は、な adjective、な形容詞です。ダメだをたらにしてください。ダメだったら。次は、ダメじゃないをたらにしてください。ダメじゃなかったら。
で最後、noun、名詞です。学生だをたらにしてください。学生だったら。じゃあ、学生じゃないをたらにしてください。学生じゃなかったら。大丈夫ですか？じゃあ、たらの意味について勉強しましょう。文の中でよく使う文法ですから、一緒に例文を読んでみましょう。たらの使い方はいろいろありますが、今日はアニメに出てきた if の使い方を説明しますね。A 何々たら B。B をするときの条件、コンディションが A。これは if の時も when の時も同じです。これがたらの大きい一つの使い方になります。今日のアニメに出てきたのがこの if の使い方ですから、これをもう少し詳しく見たいと思います。A たら B ですが、if ですから A が本当にありますか？ありませんか？わからないんですが、A の時は B ですね。B をしましょうねとか B がありますね。こういう意味になります。じゃあ、一つ目の例文を読んでみましょう。明日、暖かかったらお花見に行きましょう。お花見はこれです。これは桜の花ですね。4月くらいに桜が綺麗な時、桜を見ながらこうしてパーティーをします。それがお花見です。明日お花見に行きましょう。でも、絶対に行きますか？それはわかりません。暖かかったら行きましょう。じゃあ、暖かくなかったら？寒かったら行かないということです。暖かかったらお花見に行きます。2つ目、どれが出たら嬉しい？たらの文は質問もできます。これ見たことがありますか？日本語でガチャガチャと言います。日本ではいろいろなところにありますよ。スーパーマーケットにも時々ありますし、ゲームセンターとか駅にもよくあります。最近は空港にもありますね。コイン、お金をここに入れて、これをこう回すと、この動物の中から一つ出ます。どれが出たら嬉しいですか？キリンが出たら嬉しいですか？象が出たら嬉しいですか？どれが出たら嬉しいというふうに聞いています。3つ目、もし今日が地球最後の日だったら何食べたい？なんかね、面白い質問をする人いますよね。こういう時もたらを使うこともあります。このもしは今日のアニメには出ていませんでしたが、この if の意味のたらの時によく一緒に使います。あってもなくても同じなんですが、英語の if という言葉です。もし今日が地球最後の日だったら、地球はこれですね、Earth。地球最後の日？最後？なんか地球が死んでしまう日？本当？いや、本当かもしれませんが、多分本当じゃないと思います。こんな風に A には多分現実にならないこと、それから想像のこともよく入ります。もし今日が地球最後の日だったら何食べたい？もし今日が地球最後の日だったら、今日の夜ご飯が美味しいものが好きなご飯を食べる最後のチャンスだっていうことですよね。大変です。何が食べたいですか？私はもんじゃ焼きが食べたいです。美味しいんですよ。4つ目、週末のパーティー行けたら行くね。行けたら行きますとか、できたらしますとか、そういうのはもうよく使うフレーズなんですが、どういう意味だと思いますか？この行けたらの行けは可能形ですね。可能形は英語でポテンシャルフォーム。行けたら行くねは英語で I will go if I can go ということです。if I can go ですから、行けたら行く。例えば、週末のパーティーですから、私は週末時間がありますか？予定がありますか？ちょっと考えます。予定がない。行ける。行けたら行きます。でも、予定がある。ちょっと忙しい。宿題がある。行けない。行けなかったら行きません。そういう、どちらでも嘘じゃないというか、どちらにも
なるフレーズですよね。私はこの前、2人の友人に聞いてみました。2人とも日本語のネイティブスピーカーなんですが、あなたが行けたら行くねというとき、何%くらい行きたい気持ちがありますかと聞いてみました。1人は 100% 行きたくないと言っていました。もう1人は 90% 行きたいと言っていました。どうしましょうこの 100% 行きたくないと言った人は、この例文ではパーティーですけど、パーティーに行きませんかと言ってくれたのはとても嬉しい。誘ってくれたのは嬉しいから、失礼、ルードなことを言いたくないんですね。だから、行きたくないとは言いたくないんですけど、行きたくない。だから、行けたら行くけど、多分行けませんという気持ちで、行けたら行くねというそうです。それからもう一人、90% 行きたいという人は、もうまさに行けたら行くねですね。予定があるかちょっと確認します。で、頑張って予定をなくして、時間を作って行こうと頑張りますという気持ちを持って、もうポジティブな気持ちで行けたら行くねを使うそうです。難しいですね。これは日本語のネイティブスピーカーの中でもどんな気持ちで行けたら行くねを使うか、とてもいろいろな意見があると思います。皆さんの国にもこんな言葉がありますか？それからもし英語で I will go if I can と言ったとき、皆さんの気持ちは何%くらい行くんですか？よかったら教えてください。じゃあ5つ目、最後の例文ですね。私の家族を傷つけたら許さない。アニメでとてもよく見る使い方ですね。傷つけるが to hurt。許すが to forgive ですから、許さないは not forgive とか I don't forgive。こんな感じで怒っています。この人が話していますよ。私の家族を傷つけたら許さない。この許さないが、例えば怒りますよとか、殴るとか、あとはアニメだったら殺すとかでも同じことが言いたいんですが、わかりますか？ B の方ですね。B の方に罰、パニッシュメントになることが入っているとき、A のことをやらないでほしいという気持ちが見えます。私の家族を傷つけたら許さない。これを言っている人は、私の家族を傷つけないでくださいねと言いたいんですね。この A のことをしないでほしい。A のことをやらないでほしい。やめてほしいという気持ちを強く言うときに使います。大丈夫でしょうか？じゃあちょっと練習しますよ。さっきの例文、何々たら許さない。このたらのところを考えてください。皆さんは他の人があなたに何をしたら許さないですか？この許さないのところは、許さないそのままでもいいですし、皆さんが罰、パニッシュメントになるようなことを考えてもいいです。ぜひ皆さんが作った文を教えてくださいね。私が考えたのはこんなのです。一つ目。私のスマホを見たら許さない。いや、いいんですけど、嫌ですね。良くないですよね。私のスマホを見たら許さないです。二つ目。私のコレクションを触ったら怒るよ。触るは to touch。私のフィギュアのコレクションがたくさんあります。私のコレクションを触ったら怒りますよ。めっちゃ怒りますよ。触ったら指紋がついてしまいますから汚くなっちゃうんです。だから絶対に触らないでほしいです。私はいつも手袋、グローブをして私のフィギュアを掃除したり触ったりしていますから怒ります。3つ目、ヒロアカのネタバレをしたらもう友達を辞める。ヒロアカは知ってますかね？はい。私すごくもう大好きです。ヒロアカのネタバレをしたら、ネタバレはスポイラーですね。私はヒロアカのアニメだけを見ています。漫画の方がストーリーが進んでいるんですよね。進むはto go forward ですけど、私はアニメだけ見ています。漫画のここのストーリーは知りませんから、ネタバレは聞きたくないです。ヒロアカのネタバレをしたら、もう絶対ダメです。友達を辞めます。ブロックしますからね。皆さんは何をしたら許さないですか？何をしたら、パニッシュメントですか？
考えてください。質問があったらコメントをください。もうこの文もわかりますね。質問があったらコメントください。質問がなかったらコメントしなくてもいいですが、してもいいですよ。じゃあ今日のアニメのタラの文についてちょっと考えましょう。一つ目はこれでしたね。お母さんが言っています。一体いつになったら行くつもり？タラで質問しています。いつになったら？ 7 時になったら？昼になったら？明日になったら？来週になったら？いつになったら行くつもり？いつ行くんですかと聞いていますね。はい。スキップがありますけど、行くつもり？学校に行く話をしていますから、いつになったら学校に行くつもり？で、ご主人は、世界が終わったら、と言いましたね。これも少し、スキップがあります。世界が終わったら行くつもりです。いつになったら行くつもりと聞かれましたから、世界が終わったら行くつもりです。世界って終わりますか？このアニメの中では終わったんですが、世界が終わったら行くつもりです。この世界が終わるあんまり来ませんから、行きたくないですということですね。はい。世界は終わりませんから行くつもりじゃないです。行きたくないですという気持ちがとても見えると思います。お母さんもバカと言ってますね。バカ言ってないでさっさと行きなさいと言っています。これも質問があったらコメントしてください。じゃあ3回目アニメを見ましょう。今度はもう全部の文字が見えますから、1回目よりもよく分かったら OK です。じゃあ、いってらっしゃい。今日こそは学校に行くって言ったわよね。一体いつになったら行くつもり？世界が終わったら。バカ言ってないでさっさと行きなさい。ああ、またご主人がかつての悪夢を。大丈夫です。世界はちゃんと終わっています。お帰りなさい。どうでしたか？夢で良かったですね。世界が終わって良かったですね。ぜひ元のアニメも見に行ってください。柴犬の他にもたくさん動物が出てきてとても可愛いです。短いし、わかりやすいし、日本語の勉強にとてもいいアニメだと思います。それからもっとチャレンジしたい人はぜひアフレコをして発音の練習もしてください。今日も見てくれてありがとうございました。また次の授業で会いましょう。バイバーイ。